むしろここを外したら他のことをどれだけ努力してもなかなか変わらないってことにもね、なる大事なポイントなんですよ。これが皆さんに絶対にフェイスポインターを使ってお顔を変えていただきたい一番の理由なんですよね。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回はですね、この大人気のフェイスポインター、結構ね、有名人の方が使ってたりとか、モデルさんとかインフルエンサーさんめちゃくちゃ使ってて、しかもすっごい顔変わってるじゃないですか。なので気になってる方ね、多いと思うんですよね。だけど実際にやってる画像とか見ると結構顔に穴開いてたり、跡ついてたりね、するけど、本当に大丈夫なのっていう風に、ちょっとね、一歩踏み出したいけど、でもなかなかね、踏み出せないっていう方多いと思うんですよね。今回はそんな方のためにこのフェイスポインター、本当にね、使っても大丈夫なのか、そしてもし使うんだったらどんな人が向いてるのか、逆に使わない方がいい人はこういう人。あとはね、皆さん見たことあると思うんですけど、このフェイスポインターと似たようなもの、このマネが入って押すやつ、手動とか電動とかいろいろありますよね。それと何が違うのっていうところも含めて、今回は徹底的にね、お伝えしていこうと思います。ぜひ最後まで見てください。それでは、レッツゴー！まずね、結論から最初にお伝えしていこうと思うんですが、このフェイスポインター、本当に効果出るのっていうところなんですが、これはね、出ます。本当に顔変わります。これでもかっていうぐらいビフォーアフターのね、お写真を持ってきたんですけど、皆さんめちゃくちゃ顔変わってますよね。しかも美容医療とか一切せずに、自分で約3ヶ月ぐらいでお顔を変えた方々の事例なんですよ。これだけね、お顔が変わるので、フェイスポインターの効果がすごすぎて、最近これ加工してるんじゃないですかとかね、光の当たり方が違うとかね、っていう風に言われることもね、あるんですけど、これは一切加工はしてません。まあね、光の当たり方はね、時間帯によって多少変わっちゃうのはね、ほんとごめんなさいって感じなんですけど、それを踏まえてもめちゃくちゃね、変わってるのはわかると思います。この3ヶ月でお顔が変わるっていうこともね、そもそもすごいんですけど、もっとね、いいところが、このフェイスポインターでお顔を変えていくこと自体がノーリスクなんですよ。これが皆さんに絶対にフェイスポインターを使ってお顔を変えていただきたい一番の理由なんですよね。やっぱり人間っていうのは老化をしていくのが当たり前の生き物なので、その老化をしていく曲線に対して何かしら対策をしていかないとやっぱり下がっていく。なので、フェイスポインターを使っていて、その老化の曲線が緩やかになっていたとしても、それを一切使わなくなってしまって、しばらく経ってくるとやっぱりだんだん老化のスピードが速くなってくる。それは仕方ないことだと思うし、このフェイスポインターに限らず、例えばカッサを使ったり、マッサージをしたり、それこそ美容医療を受けたり、エステを受けたり、何をするにしても同じ話だと思うんですよ。そう考えると、例えばその美容医療だって1回何万とか何十万とかかけても永久にその効果を保証することはないんですよね。やったところはピーンとしてるかもしれないけれども、他のところはだんだん下がってきて、それにつられてやっぱり下がってくる。そしてそれをまた頑張ってあげなきゃいけないっていうのの繰り返しだと思うんですよ。じゃあ、どれだけリスクがあるかっていうと、私は結構それ自体はリスクあると思うんですよね。その繰り返しをしていくことで、なんかこう顔が突っ張った感じになったりとか、切ったりとか、何かしらこう注射したりとかってするので、やっぱりリスクはね、少なくともあるじゃないですか。なのでそういうことは自分としてはね、あまりやりたくないなと思うし、たまたまね、自分のお顔を変えるめちゃくちゃ効果的な方法があるので、だったらこれをね、やっていった方が絶対いいなというふうに思ってるんですよ。どういうことをすることによって、その老化のスピードがゆっくりになってくれるのか、それを少しでもいい状態にしていくにはどうすればいいかってことをね、みんな頑張ってるわけなんですけど、その努力の方向性を間違えちゃうと、頑張ってるのになかなか報われなかったり、逆にお顔が取り返しのつかないことになっちゃったりとかっていうね、こともあるんですよ。じゃあ、老化していくのは分かったけど、どんな努力をすれば報われるのっていうところなんですけど、その努力の方向性の一つのポイントが筋肉とか筋膜のケアなんですよ。むしろここを外したら他のことをどれだけ努力してもなかなか変わらないっていうことにもね、なる大事なポイントなんですよ。なぜなら筋肉っていうのはお顔の土台なんですよ。そのお顔の土台になっている筋肉が硬くなってしまって動かなくなると血流が悪くなって、そして出ていくべき老廃物が出ていかなくってコリとか老廃物が溜まってしまう。それがむくみとかたるみになってくるし、お肌にとっても筋肉が動かなくなってしまうことによって血流が滞る。そうするとお肌に行くべき栄養がいかないのでお肌が元気がなくなってしまって、例えばシワとかシミとか毛穴の開きとかそういったことにね、つながってくるんですよね。さらに言うと、その筋肉の動きを左右しているのが筋膜っていうこの筋肉の周りとか筋肉の中に入っている薄い膜なんですよ。お顔を良くしていきたい方はまず最初にやってほしいなと思うのは、その筋膜の癒着を取っていく。つまり筋膜リリースがすごく大事なんですよね。
このフェイスポインターっていうのは筋膜リリースをするために開発された機械で、お顔の中の筋肉の厚みとか大きさに合わせて開発されたのがこのフェイスポインターなんですよ。なんでこんなただの棒とバネでね、お顔変わるの？そんなん変わるわけないよとかって言ってね、こういうボールペンとかでも全然いいでしょとか言ってる方もいるんですけど、全然違うんですよ。ただの棒じゃないんですよ。お顔の筋膜リリースをより効果的に、そして安全に全員ができるようになるために、この棒の太さとか、このバネの圧とか、そのバネの壊れにくいスプリングの形状とか、そういったことを何年も細かく開発してきたのが、このフェイスポインターなんですよ。ただね、こうやって押すだけでも顔のね、癒着が取れてお顔が変わりやすくなってくるんですけど、筋肉の状態をしっかりと知っていただいて、そしてこの癒着とかコリを取っていこうっていう風に分かって使うとね、もっと顔変わるんですよ。なのでね、すっごい楽しくて、もうハマる人が続出してるんですけど、そうやってどんどん使い込んでいけばいくほど顔が変わっていくんですよ。私もね、そういったそのお客様のお悩みに合わせてどうすればお顔が変わるかっていうね、レッスンも東京でさせていただいているので、気になる方はぜひね、概要欄のリンクから見てみてください。フェイスポインターが効果が出ることは分かった。だけど、押した時のこの穴とか、本当に大丈夫なのと、摩擦にならないの、シミにならないのっていう風に思う方もたくさんいると思うんですよね。で、実際にシミになるからやめた方がいいっていうインフルエンサーさんとかもいたりします。だけど結論言うと、なりません。私もね、もう7、8年使ってるんですけど、このフェイスポインターを使ってシミになったとか、シワになった、摩擦になって顔がね、乾燥したとか、お肌が剥がれちゃったとかっていうことは一切ないんですよ。むしろ筋膜の癒着をとって筋肉の動きを良くしてくれるので血流が良くなって逆にお肌が良くなる方がめちゃくちゃいます。特にね、分かりやすいのがやっぱ乾燥しなくなったとか、あとね、毛穴が小さくなったとか、キメが整ったとか、あとはこうツヤが出たみたいな感じで、お肌が内側からしっかりと元気になってきた結果のお肌の状態にね、やっぱりなっていく方が多いんですよ。シミとかシワにならないだけじゃなくって、血流が良くなることによってお肌も良くなる。それがね、フェイスポインターでできることなんですよ。なんで安全かっていうと、まずね、これ医療用ステンレスで、金属アレルギーの方でもね、安心して使っていただけるんですけど、この摩擦になるかどうかっていうところに関しては、ならないんですよ。カッサとかみたいにね、ゴリゴリこうやって動かして肌の上を滑らせるような美顔器だと摩擦になる可能性もあるんですけど、これポインターは動かさないんですよ。基本的にはお肌の上で一定の点に対してこう押しているだけなので、こういう動きなんですよね。こういう動きじゃないんですよ。なので基本的には摩擦になりません。あとこのステンレス自体がツルツルなので摩擦になりにくいので、この指でこうやってね、ほぐしてるよりもよっぽどね、摩擦にならないです。このバネの圧を使うことによって、表面は圧がかからずに、奥の方の筋肉にしっかりと圧が届いて、奥の方の筋肉がこうグッと動くように設計されてるんですよ。このエコーの画像をね、見ていただければめちゃくちゃわかると思うんですけど、この上の方は動いてなくって、下の方が動いてますよね。これがね、フェイスポインターのすごいところなんですよ。このエコーの画像のこの白いところありますよね。これが筋膜なんですよ。筋膜っていうのは筋肉と皮膚の間にもあるし、筋肉と筋肉の間にもあるし、筋肉の中にもあるんですよ。なのでね、太めの白い線と細かい白い線とね、あると思うんですけど、そういったこのいろんな筋膜に対してしっかりと動かしてアプローチをしてくれるのがこのフェイスポインターなんですね。この中に入っているこのバネの圧と、そしてこの棒の太さ、これが顔の筋膜がちゃんと緩むように計算されているのがこのフェイスポインターなんですよ。この精密に作られた圧でしっかりと筋膜リリースができているのに、ボールペンとかでやってるの一緒ですよなんていう言葉にうっかりね、惑わされないようにね、注意してください。もうこれはただのね、打撲なんで、これはまさにね、あざになります。ただぶつけてるだけなので、あざになっちゃいますので、絶対にやらないようにね、してくださいね。だったら、その Amazon とか楽天で似たようなの売ってるよね。バネと棒でなんかこう押したら同じような感じになるんじゃないのとか、この手動でこうやってやるだけじゃなくって、こういう電動でこんな感じでね、動いてくれてこっちの方が楽なんじゃないのとかっていうのもね、出てきてるんですよ。こういったものとどっちがいいのっていうのがね、次の疑問になると思うんですけど、結論ね、フェイスポインターの圧勝です。これ Amazon で私700円か800円ぐらいで買ったんですけど、この細いね、安いやつと、このフェイスポインターと何がどう違うのっていうと、そもそもね、役割が違うんですよ。このフェイスポインターっていうのは、お顔の筋膜リリースをする機械なんですよ。こっちのね、この棒は、正式名称、テイバリって言って、フェイスポインターではないんですよ。これ買った時に説明書がね、ついてたんですけど、見ていただくとね、わかると思うんですが、これ耳穴なんとかって書いてますね。
ツボ押しをしてくれる機械で、こういう感じでツボが書いてありますね。このツボを押すために作られてる形状なんですよね。なので、このちょっと細い太さになってるし、圧も別にそんなにかからない。対してこのフェイスポインターっていうのは筋肉、筋膜までしっかりと当たってくれて、しかもそれが奥の方で動くような圧に設定されてるんですよ。なので、圧のね、強さが全然違います。届き方がね、全然違う。あとはこの太さがね、やっぱりね、ある程度太いので、1箇所5秒から10秒ぐらいでこうやって押して使っていくんですけど、それをやってても全然痛くない。だけどこのテイバリだとね、しばらくこうやって押してるとね、だんだんやっぱ痛くなってくるんですよね。使ってもね、続けられないかなと思います。そもそもね、効果が出ないので、全然ね、なんだ効果出ないじゃんと思ってね、使わなくなっちゃう方が多いと思うので、どれだけ安かったとしてもね、買わなくても大丈夫です。じゃあ今度こっちの電動の方はね、どうなのっていうことがね、あると思うんですよ。だいたいフェイスポインターと同じような値段でね、買えるし、こっちの方が楽でいいんじゃないのって思うと思うんですけど、これもね、結論全然ね、圧がかからないんですよ。これエコーをね、ちょっと比べてみたんですけど、このフェイスポインターの方は、奥の方でグッグッグッと動くような感じでね、動いてるのに対して、こっちのマッサージガンの方は、表面でこう波打って震えてるだけで、筋肉がグッグッグッと動くような動きにはなってないんですよ。なんでね、スポーツやってる方なんかこういうマッサージガンで体をほぐすかっていうと、この震えることによって血流とかリンパの流れが良くなって、それでね、疲れ疲労が取れていくとか、むくみが取れていく、老廃物が流れていくってことがね、考えられるかなと思います。なんで、浅いところのね、筋膜の癒着だったら震えるだけでもね、取れてくるかなと思うんですけど、奥の方とかこの筋肉の中にある筋膜、この辺のね、癒着を取っていくにはちょっとね、物足りないかなと思うんですよ。このお顔の筋肉の薄さに対しては、普通にこう使ってる分には物足りないし、逆にちょっと筋肉をしっかりと癒着を剥がそうと思って少し強く押すと今度骨まで振動しちゃって、筋膜リリースというよりはただの打撃になってくるという形なので、私はね、これお顔に使うのはあんまりね、おすすめしないです。体にね、使っていきたいんだったら、疲労回復とかにはね、いいんじゃないかなと思うので、やっぱ体に使うものなんじゃないかなと思います。フェイスポインター自体がね、今めちゃくちゃ人気なんですよ。こういったものだけじゃなくて、似たようなものがたくさん出てくると思うんですね。皆さんね、大体このバネが入っていて、この棒が動くっていう、そういう機構をね、真似して作ってるものがほとんどで、パッと見がわかんないと思うんですけど、今お話ししたように、やっぱりね、お顔の筋肉の状態とか、どうすればお顔が変わるのかっていう仕組みとか、そういったことを徹底的に研究して、そしてお顔を変えるために、そのためにこのバネの形とか、圧とか、棒の太さとか、研究して作ってるのがこのフェイスポインターなんです。で、その形を真似して、なんとなく似たものとか、全然筋膜リリースの機械じゃないんだけど、フェイスポインターとして売ってるようなものがあったり、あとはね、顔用じゃないんだけど顔にも使えますよっていう風にね、歌ってるものもあったりとか、いろいろあるんですけど、私としてはやっぱりちゃんとお顔が変わるのはこのフェイスポインターしかないなっていう風に、いろいろ使ってみてね、思います。なので、何を使えばいいのかなとか、いろいろあって迷ったんだよねっていう方は、もう迷わずこのフェイスポインターを使っていただくのがおすすめです。もうね、絶対後悔しないです。普通美顔器って買ったら自分で説明書読んでこう使ってみてっていう感じじゃないですか。で、この使い方合ってんのかなとかって思いながらこう使ってる方も多いと思うんですよ。だけど、このフェイスポインターを作っているコアフィットっていうのは、購入した後のフォローがね、めちゃくちゃ手厚いんですよ。まずね、27箇所の押すポイントがあるんですけど、それをどうやって押していけばいいかっていうテキストがね、ついています。で、さらにですね、そのテキストだけだと正直わかんないよっていう方がいらっしゃると思うので、ズームレッスンとかね、公式でやってくれてます。無料ですよ、これ無料。さらにですね、インスタでほぼ毎日のように誰かしらがライブをして使い方を教えてくれてます。これは私たちみたいな使い方を学んでいる整形師だけじゃなくって、もうフェイスポインターが大好きなインフルエンサーさんとかもどんどんね発信してくれてます。そういったライブを通して、もちろん公式もねライブしてくれてるんですけど、ライブを通して使い方が学べると。こういう風にいろんなね方法で何とかして使って、何とかして顔を変えてほしいと。そういう思いでね作ってるのがこのフェイスポインターなんですよ。なのでね、購入するだけじゃなくって、その購入した後もね、たくさん楽しんで使っていただけると思うので、ぜひぜひ飛び込んでいただければと思います。今回ね、フェイスポインターをこの概要欄にあるリンク、これが正規ルートになるんですけど、ちゃんと正しい方法で正しい期間使っていただいて、それでも顔変わんなかったら返金しますっていうね、本当にね、自信を持ったキャンペーンをやってます。これも限定1万名様だったかな。なので、なくなっちゃったら終わりなんですけど、気になる方はね、ぜひ見てみてください。
このフェイスポインターすごい良さそうだけど、私使えるかな、買ったけど使えなかったら嫌だなっていう方もね、いると思うんですよ。なので最後にね、使わない方がいい方っていうのをね、お伝えしておきます。まずですね、美容医療をやったばかりの方ですね。お医者さんに聞いていただいて、で、使っても大丈夫だよっていうのであれば、全然使っていただいて大丈夫です。次は、機械性蕁麻疹の方ですね。こう刺激によって痒くなっちゃったりとか、赤くなっちゃうようなタイプの方ですね。そういう方はこのフェイスポインターを使うと、一時的にではありますけど、赤くなります。ただね、フェイスポインター使ってる子で、機械性蕁麻疹があるんだけど、でもね、好きで使ってる方とかもたくさんいらっしゃるので、それによって悪化するとかね、そういうことはあんまりないです。ただ単純に赤みが出て痒くなるっていうね。で、それがまた引いていくっていうことになってくるので、それが気になる方は使わない方がいいかなと思います。それでもね、大丈夫だよと慣れてるんだ、そういうのっていう方は、全然使っていただいても大丈夫です。あとですね、やっぱり、この自分で顔を変えるツールがこのフェイスポインターになるので、いや、自分で顔なんか絶対変えられないよねって思ってる方は、あんまり使わなくなっちゃうかもしれないので、やっぱりね、購入されない方がいいんじゃないかなと思います。ただ私はね、絶対自分でお顔変えられると思ってるので、飛び込んでほしいなと思います。逆にですね、こういう方はぜひ使ってほしいっていう方、お伝えしていくと、もう全人類ってね、言いたいぐらい、もう本当にね、必要なんです、このポインター。だけどね、わかりやすく言うと、まずパソコン仕事してるとか、スマホをよく見る方、もうめちゃくちゃ肩首凝ってます。なのでね、絶対使ってほしい。あとは、もう眼性疲労がひどいとか、頭がね、もう硬くて凝っちゃってるんだよねっていう方も、もう完全にね、使った方がいいです。そういう方はね、このフェイスポインターだけじゃなくて、このヘッドドライバーっていうね、アタッチメントがあるので、それを使ってあげるとね、めちゃくちゃ頭スッキリする。頭からぐっと顔が引き上がってくるので、このヘッドドライバー付きのね、セットがおすすめです。最近、滑舌が悪くなったとか、飲み込みにくいっていう方も、このね、下の筋肉が硬くなってる方が多いんですよ。なので、ここからね、しっかりとこう筋膜リリースしてアプローチしてあげて、プラスしてね、筋トレとかした方がいいんですけど、そういう方にもね、おすすめですね。あとはね、例えば人にね、なんか機嫌悪いって言われちゃったりとか、笑ってるはずなのに写真見ると全然笑えてなかったとか、目を開けてるはずなのに目を開けてくださいって言われるとか、そういう方なんかもなかなかこの辺のね、筋肉が上手に使えてなくてくっついちゃってたりね、して動かなくなってるので、使った方がいいです。お顔の表情筋っていうのは本当にね、たくさんの細かい筋肉がちょっとずつつながって複雑に絡み合って動き合って顔を動かしてるんですよ。なので、ここだけをやればいいとか、ここだけをやればいいっていう問題じゃなくって、ちょっとずつ少しずつ、そして全体的にお顔を変えていかないとお顔って変わらないんですね。で、そういったちょっとのこの細かいこの筋肉のつなぎ目、そういうところの癒着を取ってくれるのがこのフェイスポインターなので、だからこの形状になってるんですよ。他の美顔器ではね、それができなかった。だからなかなか顔が変わらなかったんですよ。なのでね、気になる方とか、さっきのね、このお顔が動きにくいっていうね、項目に当てはまる方は、ぜひ使っていただくとお顔変わりやすくなると思うので、おすすめです。私も毎週土曜日インスタライブをねやってますので、そこで一緒にねフェイスポインターを使いながらほうれい線解消しましょうとかね、目の下のたるみ解消しましょうとかっていうねライブをやってますので、気になる方は概要欄からねインスタもフォローしておいていただくと、よりねしっかりと使いこなせると思うので、ぜひ見てみてください。ということで、今回はね、長々とフェイスポインター本当にいいのとか、似たようなものたくさんあるけど、どれを買えばいいのっていうのをね、解説をしていきました。少しでもね、参考になってくれたら嬉しいです。フェイスポインターですね、いろいろオンラインショップを見てみると、種類があると思うんですよ。で、どれを購入すればいいかわからないっていう方はね、このヘッドドライバーと全てがついているヘッドドライバーキットっていうね、もの。これがね、おすすめです。フェイスポインター単品でもね、もちろんいいんですけど、使っていくうちに、やっぱ頭が硬いなとか首が硬いなっていうの分かると思うんですよ。で、そうするとだんだんこの首とか頭に対していい刺激が欲しくなってくる。その首とか頭に対して最適な圧になってるのはこのヘッドドライバーなんですよ。お客様見ているとほとんどの方がね、首と頭が硬いんです。なので、もう最初からこのセットで購入していただいて、しっかりと徹底的にね、この癒着を取っていただくのもおすすめです。セットでね、購入されると、もともとね、1万円ぐらい安く単品で買っていくようにね、購入できるので、このセットにしていただくのがいいかなと思います。さっき言ったこのクーポンコードを入れていただくとさらに1100円引きになるので、ぜひ使ってください。このチャンネルではカレー悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。ではまた。